あああ、ぼいちぇんぼいちぇん。あああ。皆さんこんにちは。明日が来るさです。今回はステージ2の3、初学者向け 3D プログラミングの 3D 変換を解説したいと思います。この動画を見る前に 2D 変換を見ていただくとだいぶわかりやすいと思います。ほとんど 2D と同じことをやっています。とりあえず、比較的わかりやすい 2D で概念を理解してしまえば、3D もほとんど同じで理解しやすいという 3D あるあるを使っています。対応するガチャンのソースコードはこちらにありまして、ガチャンネームスペース .h の定義をトランスフォーム 3D に書き換えて、ビルドと実行をすることで、実際に動かして試せるようになっています。まず、前半でオブジェクトを拡大、縮小、回転、平行移動させて配置する方法。そして、後半でそれを少し拡張して、最終的にオブジェクト。ここでは腕の階層構造を持った各関節を動かす方法を解説します。ソースコードでやっていることは後半を含めた内容になります。さあ、やっていくぞ。まず、3D の座標系ですが、2D での XY 座標、XY の座標軸に加えて、Z 軸が加わり、このような形になります。右に X、上に Y。ここまでは 2D と同じですが、これに加えて奥の方向に Z 軸があります。いわゆる左手形と呼ばれる座標系です。ガチャンでは左手形を使っています。次、あまり遠近感がないですが、Z 軸が奥へ向かっているとイメージしてください。まずは 3D の拡大縮小です。ある点の集まり、点集合またモデルの大きさを原点を中心にデス倍するには、単純に各要素に S をかければ良いです。点の代表として A、B、C とすると、S 倍した A ダッシュ、B ダッシュ、C ダッシュは、A ダッシュ、B ダッシュ、C ダッシュイコール S かっこ A、B、C となります。ここでのダッシュ表現は自分の同関数という意味ではなく、元の値から変化があるものというだけの意味です。これを行列で表すといわゆる拡大縮小行列が出来上がります。次に
3D の回転です。3D では軸回転がとりあえず3つ考えられます。1、XY 平面での Z 軸回転。これは 2D の時と全く同じことです。2番目に YZ 平面での X 軸回転。3番目に ZX 平面での Y 軸回転。ここでの軸回転は3種類ですが、これら3つの回転をする場合、回転の順番を考えると、これらの全6種類が考えられます。3つの軸回転は、回転の順番によって結果が変わります。ですので、プログラムで必要な順番を選ぶ必要があります。それでは3つ順番に見ていきます。まずは、1、XY 平面での Z 軸回転。長さ1の X 軸ベクトルをθ回転したベクトルは、コサインθサインθ0。長さ1の Y 軸ベクトルをθ回転したベクトルは同様に、マイナスサインθコサインθ0となります。ある点 ABZ を原点周りにθだけ回転した点は A'B'Z イコール A カッコサインθサインθ0足す B マイナスサインθコサインθ0足す Z カッコA カッココサインθサインθ0足す B カッコマイナスサインθコサインθ0足す Z カッコ001となります。これを行列で表すと、いわゆる Z 軸回転が出来上がります。2番目、YZ 平面での X 軸回転。長さ1の Y 軸ベクトルをθ回転したベクトルは0、サインθ、サインθ。長さ1の Z 軸ベクトルをθ回転したベクトルは同様に0、マイナスサインθ、サインθ。ある点 X、A、B を全点周りにθだけ回転した点は X、B'、B' イコール X カッコ1、0、0足す E カッコ0、サインθ、サインθ。B カッコ0、マイナスサインθ、コサインθ。これを行列で表すと、いわゆる X 回転行列が出来上がります。3番目に、ZX 平面での Y 軸回転。これも同様に、長さ1の X 軸ベクトルをθ回転したベクトルは、コサインθ、0、マイナスサインθとなります。長さ1の Z 軸ベクトルをθ回転したベクトルは同様に、サインθ、0コサインθ。ある点 A、Y、B を原点周りにθだけ回転した点は A'、Y、B' イコール
括弧 sinθ 0マイナス sinθ 足す y 括弧0 1 0足す b 括弧 sinθ 0コサインθ。これを行列で表すと、いわゆる y 回転行列が出来上がります。はい、回転はここまでになります。そして次に 3D の平行移動です。ある点を平行移動するという場合、単純にその分要素に足せばよい。例えば A、B、C が D、E、F 分移動すると、それは A ダッシュ B ダッシュ C ダッシュイコール A たす D B たす E C たす F となります。これを行列で表すとちょっと拡張して平行移動行列ができます。4×4 行列になっちゃいましたが、計算方法は全く同じ横縦です。それでは、拡大縮小、回転平行移動を順にする行列はどうなるのか。平行移動行列の 4×4 行列に揃えて順番にかけるだけです。これらを P ダッシュ P S R T としてP ダッシュイコール P S R T となります。R に関しては回転が、3つ、かかっていることになります。一応点集合で、見てみると、こんな感じに順番に変換していくことになります。この3つの変換によって、点集合括弧のモデルは、をどう配置して表示するかは、だいたい表現ができます。さて、SRT だけ先に計算して、それを L とすると、これで、拡大縮小回転平行移動の行列を一つの行列で L で賄えます。P ダッシュイコール PL。前半はここまでです。Z 軸が加わることで、要素が少し増えていますが、やっていることは 2D の時と全く同じだということはわかると思います。それでは、トランスフォーム 3D.cpp のソースを見てみましょう。これらの SRT を L、ここでは LS ですが、にまとめて P、ここでは PS ですが、に相当するガチャゲームオブジェクトにセットマトリックスをして描画しています。この変換を使った後編、変換で仮説の
階層構造を作るで続きます。結構必須な内容なので、ぜひ見てくださいね。また、これはちょっと面白いトピック、ステージ3のロボット工学の逆運動学への準備でもあります。お楽しみに。今回の動画が何かしらの参考になれば幸いです。何かするときには、すべてご自身の責任において行ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。